はい、こんにちは、なーすけです。今回なんですけれども、2年間の体の変化ということで、2年間で筋トレして、食事も頑張ったら、どのぐらい体が変わるのかっていうのを、僕が実際にこのぐらい変わりましたよっていうのをいろんな写真とか動画とかを交えながら説明して、筋トレって本当に変わるんだなっていうのを皆さんにご紹介できたらなと思っております。もともと僕は野球をやっていたんですけれども、すごいガリガリで野球を始めて、運動はできたけど筋肉は、運動をするためについた筋肉みたいなボディメイクの体じゃないっていう感じです。そんな中で、部活が終わってめちゃくちゃ太ったところから僕のボディメイク人生は始まります。以前僕が筋トレを始めてから1年間の筋トレの成果っていう動画は他に上げているので、筋トレを始めたところから1年間までの過程とか変化っていうのは詳しくはこの動画を見ていただければさらにわかるかなとは思いますが、この動画では1年間までの経過はさらっと説明していきたいなと思っております。筋トレ始めた時はドーンとこんな感じになります。だらしがないお腹でありました。もうどうにかこれを体を変えたいと思って、この画像以外にももう一枚撮ってた写真があったので、そちらも出します。もともと僕は色白なんですけれども、もうね、嫌だ嫌だよ。正直こんな写真を撮るのは嫌だった。だけど、やっべえ、なんかすげえ腹してんなと思って、なんか撮りましたね。毛も生えてるし、なんかもう汚らしいなーって僕は今感じますね。そして、増量をすると、ドーンこんな感じになって、ちょっとふっくらして、ちょっと筋肉ついたかなみたいな感じです。ちょうど1年経つと、ガーンとね、こんな感じになりました。これは、かなり、光加減も良くてめっちゃ漏れてるんですけど、だいぶ体も変わったかなっていう、大雑把に説明するとこんな感じです。で、この後この動画みたいに大会に出て、初めての大会で、初戦負けと、何も傷を残せず、爪痕を残せず終わってしまったというような過去があります。そんな中で、じゃあもうこっから1年間どういう変化を遂げたのかっていうのをね、これからご説明できたらなと思います。まずですね、最初にここら辺に僕の増量期と減量期のシーズン、どういう感じで過ごしてきたのかっていうのを出しておきます。2019年の6月、初めての大会が終わって、その後3ヶ月間増量に入ります。そして減量が3ヶ月、また増量が4ヶ月、そして減量が3ヶ月。この1年間の流れっていうのをお見せできたらなと思います。まずね、大会終わった後、もう気が緩みすぎて、もうミスタードーナツとか言ったりね、もういろんなとこ食べまくったら、もう今まで3ヶ月間めちゃくちゃ減量してきたのにっていう体が一瞬で失われました。それがこちら。だらしないし、なんかね、後ろすごい生活感あるし、もうこれ実家の写真なんですけど、すごいよね。もうなんか、こんなに太るの？人間気抜いたらこんな太るのっていう。そうなんですよ。人間は気を抜くとこんなに太ります。こんな感じでめちゃくちゃ太りました。この大会終わった後3ヶ月間はガチで増量しようと。3ヶ月間と僕は決めて増量をめちゃくちゃ頑張りました。前回の1年間で減量の時にどのぐらいの PFC を取ればいいのかっていうのも大体分かってきたので、その PFC をバランスを変えないようにカロリーを増やすような形で増量をしていきました。そして増量末期の2019年8月ですね。増量末期の写真がこちらになります。なんかあんまり脂肪ついてなくないって思うじゃないですか。そう、結構意外とクリーンなバルクができたかなと僕は思ってるんですね。それもやっぱり脂質をあんまり取らずにカロリーオーバーするような形で増量したからかなと思っております。なんですけれども、動画で見るとこんな感じ。あんまキレはないよなっていう感じなんですよ。あんまりね、かっこいい体じゃないなっていう感じです。やっぱり脂肪がつくとどうしてもかっこよくなくなってしまうなっていう印象があります。そこでこっから減量をしようと思い、減量一番最初に撮った動画が今の動画になるというような形になります。そして減量から2週間後経った動画がこちら。ちょっと絞れたかなっていう。ちょっとだけ。でもあんまり変化は感じないけど、ちょっと痩せたかなっていうような感じだと。減量始めて1ヶ月間っていうのはあんまり変化が出ないです。減量を始めて1ヶ月がこちらになります。これはタイで撮った写真になるんですけど、学生の時にタイの大学に訪問して研究する期間がありまして、その時の食事管理がすごい難しかったんですけど、自分でプロテイン持ってったりとか、タイの食品とかを調べて PFC を保ったまま減量を続けました。タイにはだいたい10日間ぐらいいたんですけど、割と減量も進んだイメージがあります。そしてタイから帰ってきた動画がこちら。
まあちょっと絞れたかなっていうような印象があると思います。割とタイでも食事を管理をすれば意外といけるんやなとか、外食とかでも意外と絞れるんだなっていうことがここで発見できたなと思っております。そして減量を始めて1ヶ月半がこちら。ちょっとずつ絞れてきてるかなっていう印象ですね。僕ん家の玄関っていうのがめちゃくちゃ漏れるので、そこで撮ってるので、ちょっと漏れてると思うんですけど、ほんの少し絞れてる。けど、まだ脂肪はあるなっていう印象。1ヶ月半っていうのは一番筋肉がしぼんで見えて、体が小さくなったかなと、減量やりたくない、もうやりたくないなっていう期間なんですよ。なので、2ヶ月目に突入してるっていうような感じですね。っていうのは、あんまり期待しない方がいいです。もうここは我慢どころっていうような期間になります。そして減量を始めて、もう3ヶ月目に突入しますっていうところがこちらになります。だいぶ血管も出てきて、結構絞りも加速してきたかなっていうような感じですね。もう割とここまで来ると、ちょっとかっこよくなってきた、体かっこよくなってきたかなっていうような感じですね。で、ここからの変化っていうのはめちゃくちゃ早いので、次バーン、割と変わってますよね。ちょっと絞れて、バキってる、バキバキになってるってみたいな。この時に10月の末に急遽大会が決まって、大会に向けて急ピッチで仕上げてます。ここは有酸素とかあんま入れたくないんですけど、僕は有酸素を入れて急ピッチで仕上げるような形になりました。そして大会直前10月の末ですねがこちらになります。はい、もう結構仕上がってるような感じですね。大会はありがたいことに優勝することができて、絞りも結構良かったかなっていうような印象があります。大会の水着を着た写真をここら辺に出しておくんですけれども、結構仕上がりはいいかなっていう、ベストボディジャパンっていうね大会に出たんですけれども、やっぱり絞りはとても大切なので、結構いい感じに減量が進んだのかなと思いました。この期間だいたい3ヶ月ぐらいですね。最終的には近くで見るとこんな感じで、血管とか腹筋にパキパキって浮かび上がってて、かなりいい感じにお水も抜けてて、もう大会直前っていうような体ですね。で、大会が終わり、この後に文化祭のためにもちょっと絞ったんですけれども、その後すぐにジャンクフードとかめちゃくちゃ食べまくりました。食べまくって、もう結局脂肪がめちゃくちゃついた、その写真がボーンとね、ボリューミーな体になっております。はい他にもダーンとかね、今11月になるんですけど、12月もボンと、ここら辺は増量期なので見た目の変化っていうのはあんまり感じられないかなっていうようなイメージがあります。1月も増量期でドーンとね、本当にこれつまんないのでどんどんいきます。2月がドーンとね、もうちょっとデブになってきた、本当お腹がぽっこり出てきたって感じでも、前と比べると腹筋もちょっと浮き上がってるようなイメージがあるので、やっぱり一回減量を入れることによって脂肪のつき方って結構変わるのかなと思いました。そして増量末期の写真がこちらになります。もうお腹がぽっこりお腹、もうたぬきち、ここから減量を3ヶ月間入れていくような形になります。ここでね、ちょっと問題が発生しまして、コロナがね、ちょうど流行った時期なんですよ。緊急事態宣言でジムに行けなくなってしまったっていう時期なので、僕は家トレで減量初期は絞っていきました。ドーンとね、こんな感じで出すんですけど、家でこんな感じでチューブトレーニングを進めていきました。家トレで負荷がかけられない中、うまく減量できるのかなと思ってたんですけど、やっぱり食事管理をしていれば、割と絞れるということが分かりまして、かなり順調にこの時は絞ることができました。ジムに行けるようになって絞った写真こちらバーンと写真で見るとあんまりね変化は感じない。なぜならやっぱり減量初期っていうのはあんまり変化は感じないですけど、でも体感的には脂肪は結構落ちたかなと思っております。そして減量を始めて2週間ダーンとこんな感じになります。ちょっとねまだつまんないですね。脂肪がまだあるような感じです。何回も繰り返すんですけど、減量初期っていうのは本当に変化が少ないので、本当つまんない、超つまんないです。もう本当に減量始めたばっかりの方がいたら、減量ってこんな変わんないんだっていうのが感じてるかもしれないんですけど、本当につまんない。そして減量を始めて1ヶ月半が経ちました。こちらがバーンとね、割と絞れてきましたね。ここからなんですよ。1ヶ月半2ヶ月ぐらい経ち始めると大体変化が出てきます。なので減量で悩んでる方とか、減量進んでないなっていう方は、どのぐらい真面目に減量をやって何ヶ月経ったのかとか、チートデーめっちゃ入れてる人はその分そのつまんない期間っていうのは長くなりますから、ちょっとそこは耐えていただく。僕はチートデーとかほぼ入れないので、真面目にやって2ヶ月でそこから変化が始まります。ここから変化はすごい早いので、短期間の写真で出していくんですけども、減量を始めて2ヶ月ちょうど経ったぐらいがこちらです。腹筋の絞りっていうのはあんまりないんですけど、血管が走ってきてるのがわかると思います。僕は腕とか胸とかに最初に血管が出始めやすい体質だっていうのが最近気づいたので、ここら辺が減量がちょっと進んできたなっていう目安になってきてます。そして
そのさらに1週間後の写真がこちら。だいぶシルエットとかも見えてきて、腹筋はまだ甘いですけど、くびれとかも出てきて、逆三角形にもなってきて、もうだいぶ減量が楽しくなってくるような時ですね。もう食事管理でチートとか入れないので、本当にガンガン進むんですよ、減量が。なので、体の変化っていうのめちゃくちゃ楽しいです。そして最後、仕上がった写真がこちらです。筋トレ始めて2年で、こんぐらいの体にはなるんだなと僕は実感しております。意外と成長スピードは2年だと、どうなんだろう、早い方なのか遅い方なのかわかんないですけど、でも僕はもともとガリガリからトレーニングもめちゃくちゃ好きなわけじゃないですし、トレーニングなんか1日30分しかやらない。なんかそこまで頑張ってる方ではないと思うんですよね。ゆっくりマイペースに。だけど、食事だけはしっかりやったっていうようなイメージで2年間でここまで行くことができました。ということで、いかがだったでしょうか？結構トントンと紹介するような形になったとは思うんですけれども、割と参考にはなるのかなと。記録しといてよかったなと僕は思っております。ということでですね、筋トレやって1年経った人、もしくは筋トレやってまだ間もない人にとって、いいデータが紹介できたら僕は嬉しいです。筋トレ初心者の人っていうのは、知識っていうのは絶対必要なので、僕がやってるオンラインサロンであれば、個別にサポートもすることができますので、よかったら概要欄の方から動画もチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。